皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。ケンジです。こんにちは、みさきです。本日もよろしくお願いいたします。さて、みさきさん、今回の動画ですが、前回の動画にいただいた視聴者様からの熱いコメントやご質問をきっかけに、さらに私たちが徹底的に調査を重ねたテーマでお届けする第87弾となっております。はい、視聴者様コメントに対してさらに調べてみましたシリーズの第87弾ですね。今回のテーマは、メーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実と題しまして、アリエクスプレスを活用した貼り付け済み完成品ラケットの直輸入ガイドをどこよりも詳しく圧倒的な情報量でお送りしていきます。これめちゃくちゃ気になるテーマですし、今まさに悩んでいる方が本当に多いと思うんですよ。卓球を新しく始めようとするとき、あるいは小中学生のお子さんが中学校やクラブチームで卓球部に入ったとき、あるいは大人の皆さんが久しぶりに健康や趣味のために卓球を再開してみようかなと思ったとき、最初に直面する最大の壁が用具代高すぎないというお金の問題なんですよね。そうなんです。日本国内で卓球の用具を揃えようとすると、一般的な流れとしてはスポーツ専門店や学校指定の業者さん、あるいは国内の有名通販サイトを通じて購入することが多いですよね。その際、初心者向けの貼り付け済み完成品ラケットや各種スターターセットであっても、昨今の世界的な物価高騰や原材料費の値上がりの影響をダイレクトに受けていまして、5000円から1万円台、さらにベテランの方に勧められるような本格的なパーツを選んで個別に組み合わせるセットになると、1万5000円から2万円オーバーという非常にまとまった初期費用がかかってしまうのが現状なんです。1本2万円ですよ。これから続くかどうかもまだわからない初心者の方や、部活の費用をやりくりする保護者の方からしたら、卓球ってボールとラケットだけのシンプルなスポーツだと思ってたのに、なんでそんなにお金がかかるのって本当にびっくりしちゃいますよね。本当におっしゃる通りです。ですが実は卓球王国、卓球大国である中国の主要メジャーメーカー、例えば高層機、DHS、銀河、YNHE、銀河、遊戯729、フレンドシップ729、3位、サンウェイ、パリオ、PALIO といった世界トップクラスのブランドが工場出荷時にあらかじめ高品質なラバーを精密に貼り付けた高品質貼り付け済み完成品ラケットを製造・販売しているんです。これをグローバル EC プラットフォームであるアリエクスプレス、アリババグループを通じて工場直販ルートで直接購入すると、なんと約2000円から6000円台という驚きのコストで、届いて箱を開けた瞬間にすぐ使える本格的な競技用ラケットが手に入るんですよ。本当なんです。今回の解説では、初心者にとって最大の難関である面倒なラバーの貼り付け作業や専用接着剤の準備、ハサミでのカット、複雑なパーツ選択の手間を一切なくし、箱出した瞬間にそのまま体育館や卓球場に持って行って使える既存の貼り付け済み完成品モデルに特化して徹底解説していきます。小中学生の入門用から大人の実践復帰用まで対応する最新のラインナップ、日本と中国の購買エコシステムの構造的な違い、さらには海外通販で一番気になる購入時のリスク管理やトラブル回避策まで、レポートの豊富なデータに基づいて完全網羅してお伝えしますね。信頼できるソースがこれでもかと並んでいますね。これはものすごく濃い内容になりそうです。皆さんぜひ最後までじっくりとお楽しみください。それでは本題に入る前に、今回のレポートから導き出された5つの主要な発見をエグゼクティブサマリーとして全体像をダイジェストでお伝えしましょう。はい、まずは全体の大まかなポイントと結論をしっかり掴んでおきたいですね。今回の調査と分析で判明した主な発見は、大きく分けて以下の5つに集約されます。まず1つ目は、協情主義的トラップの存在です。国内の部活動現場や一部のショップでは、初心者のうちから1万5000円から2万円の高額なカーボンラケットとテンション系ラバーを使うべきだという固定観念が根強く散在しますが、これが筋力の未発達な小中学生に過度な身体的負担を与え、さらに年間数万円という多額の維持費を生んで、新入生の早期離脱を招いているという業界の構造的な事実です。なるほど。
高い道具イコール良い道具イコール早く上達するという思い込みが逆に正しいフォームの習得を妨げたり、親御さんの経済的な負担になっていたわけですね。2つ目の発見は、工場出荷時貼り付け済み完成品の圧倒的合理性です。日本のスーパーや量販店で1000円前後で売られているレジャー用のおもちゃラケットとは根本的に異なり、中国メジャーブランドが展開するスター数表記の完成品は、国際卓球連盟の厳格な基準をクリアした公認ラバーや高精度な木材やカーボンブレードを採用しています。組み立ての手間が一切不要で、専用のハードケースや練習球が標準付属し、圧倒的な低価格と高い耐久性を両立しています。量販店で売っている飛ばないおもちゃラケットとは全く別物の、こうして大会でも使える本物の競技用ラケットが最初から完成品として安く手に入るということですね。3つ目の発見は、用途に応じた多種多様なブランドラインナップです。DHS の世界的ベストセラー強氷ラバーを搭載したモデル、ワインヘの軽量かつ高反発な木材カーボンハイブリッドモデル、フレンドシップ729の扱いやすい伝統粘着ラバーや最新のカラーラバー搭載モデル、サンウェイの高級エボニーやアユース材を使用したモデルなど、予算2000円から6000円台で驚くほど幅広い選択肢が存在します。ブランドごとにそれぞれ得意分野や特徴があって、初心者の子供から本格派の大人まで自分のレベルや好みに合わせてバッチリ選べるわけですね。4つ目の発見は、圧倒的な経済的インパクトです。日本国内の専門店や従来ルートで一式を揃える場合と比較して、アリエクスプレスでの直入入ルートを利用すると、初期投資及び維持費を含めて約 60% から 70% オフという大幅なコスト削減が可能です。さらに、完成品に採用されている粘着系高弾性ラバーはシートの耐久性が非常に高いため、年間のラバー張り替えコストも劇的に抑えられます。トータルで6割から7割引きはすそぎる。浮いた数万円のお金をコーチのレッスン代や大会の遠征費に回せますね。リスク管理の具体的なノウハウまで分かっていれば、海外通販サイトを使ったことがない人でも安心してチャレンジできますね。さて、美咲さん、早速詳細な深掘りに入っていきたいのですが、レポートにある教場主義的トラップって具体的にどういうことなのか、もう少し詳しく教えてもらえますか？はい。YouTube 動画資料でも非常に鋭く分析されているのですが、日本の卓球市場や中学校の部活動現場には、ベテラン指導者やショップの店員さんから、初心者のうちから1万5000円から2万円クラスの有名国内ブランドのカーボンラケットや、高額なテンション系ラバーを購入するのが望ましいという強力な推奨がなされる傾向があるんです。それ本当によく聞きますよね。安物買いの銭失いになるから、部活に入るなら最初から一番いいやつを買っておきなさいみたいなアドバイスですよね。そうなんです。一見すると指導者の親切心や良い道具でやらせてあげたいという親心に寄り添ったアドバイスに見えるのですが、実はここには卓球の上達と経済性の両面において非常に大きな2つの弊害がくすんでいるんです。1つ目が筋力未発達なジュニアへの過度な負荷と技術的弊害です。手首を軽くちょっと振っただけで、ボールが勢いよくビューンって相手のコートをオーバーして飛んでいっちゃいそうですよね。まさにその通りです。ボールが簡単に飛んでいってしまうため、子どもたちは無意識にボールを飛ばすのを怖がり、スイングを途中で縮こまらせたり、手先だけでちょんと当てるような打ち方になってしまいます。卓球で最も重要な正しいフォームで体全体を使ってスイングし、自分の力でボールに強い回転をかけるという感覚が身につきにくくなってしまうんです。道具が弾みすぎるせいで逆に正しいスイングが身につかなくなるなんて、上達するために高いお金を出したのに完全に本末転倒じゃないですか。そして2つ目の弊害が深刻な経済的負担と新入生の早期離脱です。日本国内で強く推奨されるテンション系ラバーは非常に高いスピードと回転性能を持つ反面、ラバーのゴムの劣化が早く、表面のテンション効果が落ちるため、寿命がわずか2ヶ月から3ヶ月と非常に短いんです。たった2から3ヶ月でゴムがダメになって交換しなきゃいけないんですか？そうなんです。フォア面とバック面の両方のラバーを年に4回から6回張り替えるとなると、
ラバー代だけで年間3万円から5万円以上の維持費が発生します。新しく卓球を始めたお子さんの保護者の方にとって、毎月のようにラバー代がかかるのは非常に大きな経済的ダメージですよね。年間数万円の維持費は家計にとって本当に切実ですよ。子供が卓球楽しいって思っているのに、道具代の負担のせいで諦めなきゃいけないのは悲しすぎますね。でも美咲さん、ここで一つ大きな疑問が湧いてくるんです。最初からラバーが貼ってあるラケットってホームセンターやスーパーで1000円くらいで売ってるじゃないですか。あれじゃダメなんですか？非常に鋭い質問ですね。実はそこが一般の方に一番誤解されやすい最大のポイントなんです。日本の量販店で1000円前後で販売されているレジャー用ラケットと、今回ご紹介する中国メジャーブランドの貼り付け済み完成品ラケットは、見た目は似ていても中身は全くの別物なんです。見た目が似ているのに何がそんなに違うんですか？決定的な違いは、ラバーのゴム質、スポンジ性能とブレードの構造と品質です。量販店のレジャー用ラケットに使われているラバーは、表面がツルツルしたプラスチックのような安いゴムで、こすっても全くボールが引っかかれず、回転をかけることができません。温泉卓球とか公園で遊ぶ時のおもちゃのラケットですね。あれだとドライブをかけてコートに収めるなんて絶対できないですもんね。その通りです。一方で、中国のメジャー卓球ブランドが展開している完成品ラケットは、スター数表記で明確にグレード分けされています。そして、これらに採用されているラバーの多くは、国際卓球連盟の厳格な検査をパスした ITTF 公認マーク付きの競技用ラバーなんです。ITTF 公認マークということは、オリンピックや世界選手権でも使われている規格と同じ公式の大会に出場できるレベルの本物のラバーが貼ってあるってことですか？まさにその通りです。国際大会の基準を満たした高品質な粘着系ラバーや高弾性裏ソフトラバーが、厳密に品質管理された木材やカーボンブレードに工場の専用機械と最適な接着剤を使って正確に貼り付けられているんです。なるほど。量販店で売っているおもちゃラケットとは根本的に作りも規格も違うんですね。では、この工場出荷時の貼り付け済み完成品を選ぶ具体的なメリットについて、もう少し詳しく教えていただけますか？はい。レポートでは、完成品ラケットを選ぶ最大のメリットとして、以下の4つのポイントが挙げられています。まず第1のメリットは、面倒で難易度の高い組み立て作業が完全に不要という点です。自分でラケットブレードとラバー2枚を別々に購入すると、専用の卓球用接着剤を用意し、ムラなく薄く塗り、ドライヤー等で乾かしてぴったり貼り合わせ、さらにラケットの縁に沿ってハサミやカッターできれいに切り落とすという非常に神経を使う作業が必要です。ですが完成品なら工場の精密な機械で歪みなく貼り付けられているため、途絶えて保護フィルムを剥がすだけでその瞬間にプレイ可能です。初心者にとって新品の高価なラバーを自分で切るのって、刃が引っかかって切り口がガタガタになったらどうしようってめちゃくちゃ怖いですよね。それが最初からプロ並みに綺麗なカットで貼られて届くのは本当にお助かりします。第2のメリットは、専用ラケットケースや練習球が標準で付属している点です。多くの完成品モデルには、ラケットを衝撃から守る専用のハードケースやジッパー付きカバー、さらには高品質な練習用セルロイドフリーボールがセットで同梱されています。日本国内でパーツ買いをすると、ラケットケースだけで2000円前後、ボール代もかかりますから、これが最初からフルセットでついてくるのは非常に大きな魅力です。ケース代もバカにならないですもんね。届いたらそのままケースに入れて部活や卓球場に持っていけるのは本当に親切です。第3のメリットは、パッケージ化による圧倒的な低価格とコストパフォーマンスです。単品でラケットブレードと両面のラバーを個別に購入するよりも、工場で大量生産、パッケージ化されているため、メーカー側の生産コストが大幅に抑えられており、1本あたり約2000円から6000円前後という破格の値段に手に入ります。単品で買うよりセットやパッケージ商品の方が断然お得っていうのは、パソコンや家電製品と同じ理屈ですね。第4のメリットが、驚異的な耐久性と長寿命です。完成品ラケットに搭載されている中国製の粘着系ラバーや高弾性ラバーは、
ラバー表面のシートが非常に頑丈に作られています。使用後に付属の保護シートを貼り、適切に汚れを拭き取る手入れをすることで、半年から1年近く高い引っかかりとパフォーマンスを維持できます。国内のテンションラバーのように2ヶ月から3ヶ月で表面がツルツルになってボロボロになるということがありません。半年から1年も長持ちするんですか？それは保護者の方にとっても本当にお財布に優しくてありがたいですね。ここからはいよいよ気になる具体的なブランドごとのラインナップについて詳しく見ていきましょう。まずは中国ナショナルチーム御用達であり、卓球界の絶対王者ブランド DHS 高層機からですね。はい、DHS は世界最高峰の卓球ブランドの一つであり、完成品シリーズも非常に体系的にナンバリングされています。アリエクスプレスの DHS 公式ストアやテーブルテニスデイリーフォーラムのレビューデータでも世界中で絶大な評価を得ているのが DHS3002 および DHS4002、3スター、4スターです。3002と4002、この数字の並びって何か意味があるんですか？はい、素晴らしい着眼点ですね。DHS の完成品型番は非常に規則正しく作られていまして、最初の数字がスター数を表し、末尾の02という数字がシェイクハンドのフレアグリップ FL を表しています。つまり3000には3スターのシェイクハンド、4000には4スターのシェイクハンドという意味なんです。ちなみに末尾が01ならペンホルダーになります。へえ、型番を見るだけでグレードとグリップの形がわかるんですね。スペックはどんな感じなんですか？スペックとしては打球感が素直で扱いやすい5枚純木ご飯ブレードのフォア面に世界中のトップ選手マロン選手やハン・シントウ選手などが愛用する中国の世界的ベストセラー粘着ラバー DHS 強氷3が貼られており、バック面には打球感の柔らかい高弾性裏ソフトラバーが装着されています。フォア面にプロ選手も使う超有名な強氷3が最初から貼ってあるんですか？そうなんです。強氷3特有の強い表面粘着力によってボールをキュッと表面で掴んで強烈な回転をかける感覚を打球しながら体で覚えることができます。テーブルテニスデイリーフォーラムの検証スレッドでも詳しく評価されていますが、総重量は 180g 前後、ややずっしりした手応えがありますが、フォア打ちやドライブ、サーブの回転量を増やす基礎技術の習得に最適です。小中学生の部活動入門から大人の打球感向上を目指すプレイヤーに自信を持ってお勧めできるモデルです。これがアリエクスプレスの直販ルートなら、なんと約3000円から4200円前後に手に入るっていうのは本当に信じられないコスパですね。DHS にはさらに上のグレードの本格的なハイエンド完成品モデルもあるんですよね。はい、もちろんあります。より劇的でパワフルなプレーを求める方向けに DHS ダイヤモンドブラック6スターや完成品シリーズの最高峰モデルであるDHS 9スター、5ウッドプラス 2ALC が存在します。6スターと9スターですか？ブラックダイヤモンドとか名前だけでももう強そうですね。DHS ダイヤモンドブラック6スターですが、こちらは板厚のある7枚高品質合板ブレードに強氷3ラバーを組み合わせています。7枚合板特有のしっかりとした剛性と強い反発力があり、相手の球に打ち負けない打球感と安定した飛距離が得られるため、中学生や大人の攻撃型プレイヤーで強力なドライブやスマッシュを多用する方にぴったりです。7枚合板のパワフルな打球感と回転性能が融合しているわけですね。価格も約4000円から5500円前後と驚くほど手頃です。DHS9 スターですが、これは従来の完成品ラケットの常識を完全に覆すモンスターマシンです。ブレード構造は5枚の上質な木材の間に2枚のアリレートカーボン ALC を挟み込んだ最新の特殊素材構造となっています。そこにプロレベルの強氷粘着ラバーが両面に搭載されています。アリレートカーボン ALC って日本国内の有名ブランドだとラケット単体、ラバーなしで2万円から2万5千円近くするような最高級の特殊素材ですよね。その通りです。
アリエクスプレスの使用データによれば、特注のカスタムラケットに肉薄する圧倒的な反発力と強烈なスピン性能を誇り、本格的な地域大会や一般の試合での勝利を目指す大人上級者や競技志向のプレイヤーにも十分すぎるほど対応するハイエンド機となっています。価格は約1万5000円から1万9000円台となりますが、同等のカスタムパーツを日本国内で揃えると3万円から3万5000円以上しますから、コスパの高さは圧倒的です。続いてご紹介するブランドは銀河ですね。銀河も卓球界ではすごくファンが多い有名なメーカーですよね。はい。銀河は中国国内に自社で広大な合板製造工場を所有しており、高い木材選別・加工技術に圧倒的なコストパフォーマンスで、世界中に根強いファンを持つ素晴らしいブランドです。アリエクスプレスの銀河公式ストアやレディットのコミュニティでも非常に高い人気と口コミ評価を獲得しています。自社で合板工場を持っているからこそ、高品質な木材を使ったラケットをリーズナブルに作れるわけですね。銀河のエントリーモデルにはどんなものがありますか？まず最初にご紹介したいのが銀河 01B から 07B シリーズです。数字が上がるにつれてブレードの弾みや性能が段階的に変化し、01B 5枚木材コントロール重視から 07B 高反発攻撃型まで細かく展開されています。付属ラバーには銀河9000などの ITTF 公認高弾性ラバーが採用されています。01B から 07B まで自分の成長に合わせて段階的に選べるのが面白いですね。特に銀河 01B や銀河 03B はラケット全体が非常に軽量で打球感がマイルドで柔らかいのが最大の特徴です。レディットのユーザーレビューでも筋力の弱い小学生や生まれて初めてラケットを握る完全な初学者に最もおすすめできる優しい一本として絶賛されています。重いラケットだと手が疲れて振り切れなくなっちゃいますからね。軽くて扱いやすいのは小学生や部活に新入生にとって一番の味方ですね。お値段も約2200円から3200円前後と超リーズナブルです。銀河のステップアップモデルやカーボンが入った本格和シリーズはどうなんでしょうか？銀河の真骨頂ともいえるのが銀河7スター、8スター、9スター、10スター、12から15スターカーボンシリーズです。どんどん豪華になっていきますね。笑い。そうですね。このカーボンシリーズは5枚の木材に2枚の高品質カーボンを配置した5木プラス2カーボンのハイブリッド構造を採用しています。特殊素材であるカーボンを挟み込むことで、ラケットのスイートスポット、芯で捉えられる有効打球面積が大幅に広がり、多少中心を外して打球しても、ボールがブレずに相手コートに安定して飛んでいってくれるんです。スイートスポットが広くなるのは初心者や中級者にとって本当にお助かりしますよね。ミスの確率が減ってラリーが長く続くようになります。特に銀河9スターや銀河10スターカーボンモデルは総重量が約 175g 前後と軽量でありながら、カーボン特有の驚異的なスピード性能と高いスピン性能に発揮します。部活動でレギュラーを目指す中学生や大人でスピード感のある鋭い打球を打ちたいプレイヤーから絶大な支持を得ています。アリエクスプレスでの参考価格帯も約5000円から7000円前後と、この性能に対して信じられないほど手頃です。次にご紹介するブランドはフレンドシップ729ですね。このブランドにはどんな歴史や特徴があるんですか？フレンドシップ729は実は1970年代に世界で初めて粘着ラバーを開発したという卓球の歴史に名を残す中国の超労使メーカーなんです。アリエクスプレスの公式ストアなどで幅広く展開されています。世界初の粘着ラバーを作った元祖のメーカーなんですね。歴史がすごすぎます。はい、まず入門用として世界中でロングセラーとなっているのがフレンドシップ729-160です。こちらは軽量な5枚純木ブレードに伝統の729クロス粘着ラバーを搭載しています。全体の重量が約 160g から 170g と非常に軽く作られているため、手首への負担が少なく、手の小さな小学生や初心者の正しいフォーム形成に最適なんです。価格も約1800円から2500円と、今回紹介する中でも最安級です。1800円から2500円。
1000円台後半で本物の競技用粘着ラバーラケットが買えちゃうなんてすごい。さらにセブントゥーナインのフラッグシップ完成品として大人気なのがフレンドシップセブントゥーナインキングシリーズです。このシリーズの素晴らしいところは最新のカラー粘着ラバー、ブルーやグリーンが装着されている点です。ラバーの色が赤と黒だけじゃなくて青とか緑なんですか？めちゃくちゃかっこいいですね。見た目のインパクトだけなく性能も本物です。高強力カーボンブレードと強粘着シートの組み合わせによって相手の下回転に対する強烈なカット位置やキュッと曲がるループドライブの回転量は抜群です。個性的でかっこいいギアを使いたい大人の方や実践派ジュニアに非常に人気があります。続いてのブランドはサンウェイですね。ヨーロッパの選手からも高く評価されているブランドだとレポートにありましたね。はい。サンウェイはブレードの木材加工技術において、ヨーロッパのプロ選手やコーチからも非常に高い評価を受けている先進メーカーです。アリエクスプレスのデータによると、サンウェイが展開する胎児シリーズが完成品として非常に優れた出来栄えとなっています。胎児シリーズ。名前からして陰陽のバランスが良さそうですね。構造はどうなっているんですか？両面に国際卓球連盟公認の胎児 T8 アウェイラバーが貼られているのですが、フォア面には高密度硬質スポンジ、バック面には柔らかいソフトスポンジというように、両面でスポンジの硬さを変えて打ちやすさを追求しています。さらにモデルごとに木材の材質が異なっていて非常に興味深いんですよ。へえ、モデルによってどう違うんですか？まず、胎児710は5枚木材プラス2カーボンのオールラウンド型。胎児810は5枚の厚手アユース材を使用し、球持ちが良く弧線を描く綺麗なドライブが打てます。そして胎児910は表面に高級エボニー黒炭材を使用しており、硬質な打球感で強烈なスマッシュやミート打ちが可能です。黒炭を使ったラケットまであるんですか？高級家具みたいな打球感が味わえて、価格は約3500円から5000円前後というのだから驚きですね。さらにパリオやヨーロッパの名門ティバーの完成品もあるんですよね。はい、海外の初心者指導現場で定番となっているのがパリオです。欧米のコーチ陣からも絶賛されているのですが、搭載されているパリオ CG8000 や AK47 ラバーはスポンジが非常にソフトで、相手の強いボールを吸収して止めるブロック性能とコントロール性が抜群なんです。相手の激しい球に押し負けないコントロール重視のラケットですね。初心者には安心感があります。そしてドイツの名門ブランドティバーが中国市場向けに展開しているシリーズもあります。こちらはドイツブランドらしいヨーロッパ風のしなやかな打球感と中国製ラバーの強い回転力を高次元でハイブリッドしたモデルで、大人の卓球愛好家から非常に高い支持を集めています。価格帯は約6000円から8500円前後となっています。美咲さん、ここまでたくさんの魅力的な完成品ラケットを紹介してもらいましたが、情報がいっぱいで、結局自分や自分の子供にはどれが一番合うんだろうって迷っちゃう視聴者様もいると思うんです。ここで一度ターゲット別の選び方をより詳しくじっくり整理してもらえますか？かしこまりました。それではレポートに掲載されている完成品モデル比較表のデータをベースに、プレイヤーの年齢、レベル、プレイスタイルに合わせた具体的なグレード別選定アドバイスを徹底的に深掘りしていきますね。お願いします。まずは小学生や完全な卓球超入門者のお子さんの場合から教えてください。はい。小学生のお子さんやこれまで一度もラケットを握ったことがない超初心者の方には、軽量性とコントロール性能が何よりも最優先されます。重すぎるラケットを使うと手首を痛めたり振り遅れの癖がついてしまいます。そこでおすすめなのがフレンドシップ729160、参考価格約1800円から2500円です。全体重量が約 160g から 170g と非常に軽量で、小さな力でもしっかりボールが飛んでくれます。まさに最初の一本として完璧です。なるほど。では次に中学校の部活動に入部した新入生やジュニア選手の場合はどうでしょうか？中学校の部活動で毎日練習に励む新入生には、インヘイ 03B05B 参考価格約2200円から3200円やパリオ2スター3スター参考価格約2800円から4000円がベストチョイスです。適度な弾みと抜群の球持ちの良さで、フォア、バック、ツッツキ、基礎ドライブまで全技術をスムーズに習得できます。では回転の基礎をしっかりマスターしたい中学生や昔卓球をやっていて久しぶりに再開する大人復帰組の方ならどうでしょうか？強い回転をかける感覚を体に叩き込みたいという方には、フォア面に強氷3を搭載した DHS4000 に参考価格約3000円から4200円やサンウェイ胎児810910参考価格約3500円から5000円が超強力なおすすめです。自分の力でスイングして回転をかける本質的な打球感を明確に体感できます。
部活でレギュラーを目指す中学生や大人の実践派、そして最高峰を求める方の場合は、レギュラー志向や大人の実践派にはカーボン入りのインヘイ9スター10スターカーボン、参考価格約5000円から7000円や729キングシリーズが最適です。そして多機をしたくない最高峰志向の方には、アリレートカーボンとプロ仕様強氷を搭載した DHS9 スター ALC、参考価格約15000円から19000円が最強の選択肢となります。さて美咲さん、ここからは多くのお父さんお母さん、そしてお小遣いで用具をやりくりしている大人プレイヤーにとって最も気になるお金の話、詳細な費用シミュレーションと経済的インパクトについて深掘りしていきましょう。はい。国内の一般的なショップで揃える場合と、アリエクスプレスで完成品を直輸入する場合の費用差を精密に比較してみましょう。まず小中学生入門クラスでは国内店舗で約6000円から1万円かかりますが、直輸入ならワインヘ 03B や DHS4002 が約2200円から3500円で手に入ります。入門クラスの時点で3分の1ですね。中級クラスや上級クラスはどうですか？中級クラスで国内ブランドのカーボンラケットとテンションラバー両面を揃えると約1万5000円から2万円かかりますが、アリエクスプレスならカーボン完成品が約5000円から7000円で一式完結します。さらに上級実践クラスでも国内で2万5000円から3万5000円のところ、 DHS9 スター ALC なら約1万5000円から1万9000円です。本体代だけでもすごいですが、ケースや工賃などの付属費用、そして維持費の差も大きいんですよね。その通りです。完成品ならラバー張り工賃は完全無料で、専用ハードケースや練習球まで最初から標準付属しています。さらに国内のテンションラバーは 2,3 ヶ月で張り替えが必要で、年間2万円から4万円かかりますが、中国製粘着ラバーは半年から1年持ちます。初期費用と維持費を合わせると、なんと約 60% から 70% オフという圧倒的なコスト削減になります。美咲さん、ここまでお得で高品質となると、よし、早速買ってみようという方がたくさんいると思います。でも、海外通販サイトって偽物やトラブルがちょっと不安ですよね。お気持ちはすごくわかります。ですが、ポイントと手順さえ押さえておけば、トラブルを完全に未然に防いで安全確実に注文できます。具体的なステップを解説しますね。ステップ1は、信頼できる公式ストア、オフィシャルストアの選定です。お店がたくさん並んでいる中でどこを選べば安全なんですか？見るべきポイントは2つです。1つ目は、店舗名の横にあるポジティブ評価率が 95% 以上になっているショップを選ぶこと。出荷が迅速で梱包も丁寧な証拠です。そして2つ目が DHS オフィシャルストア、印越オフィシャルストアなど店舗名にオフィシャルストアと明記されたメーカー直属の公式ショップを選ぶことです。100% メーカー純正の正規品が届くため、偽物リスクを完全にゼロに抑えられます。信頼できるショップを見つけたら、次は実際の商品オプションの選択ですね。ここで注意すべきポイントはありますか？はい。ステップ2として最も注意していただきたいのが、グリップ形状、持ち方の正しい選択です。商品ページで FL と CS の選択肢が表示されます。FL はフレアグリップ、つまり日本で一般的なシェイクハンドを意味します。一方 CS は中国式ペンホルダー、ショートグリップを意味します。一般的なシェイクハンドが欲しい場合は絶対に FL を選んでください。 FL がシェイクハンド、 CS がペンホルダーですね。配送方法はどう選べばいいですか？ステップ3として、配送方法は必ずアリエクスプレススタンダードシッピングを選択するか、黄色いチョイスマークがついている商品を選んでください。自社物流網で優先空輸されるため、通常7日から12日程度で届きます。発行される追跡番号を日本郵便の郵便追跡サービスに入力すれば、日本到着後の配達状況もリアルタイムで確認できますよ。配送の追跡まで日本郵便でできるのは安心ですね。でも万が一商品が破損していたり届かなかった場合はどう対応すればいいですか？ステップ論として、アリエクスプレスにはオープンディスピュート、返金リクエストという強力な飼い主保護制度があります。不具合があった場合、プラットフォーム側が仲裁に入り、全額または一部返金の保証を行ってくれます。そして一番重要なプロのノウハウが、荷物到着時の開封動画、アンボクシング動画の撮影です。スマホで箱を開ける様子を動画で撮っておくんですね。そうです。伝票の住所印字が見える状態から開封してラケットの状態を確認するまでを動画で撮影しておけば、万が一の破損や欠品時に動かぬ証拠となり、 100% 確実に返金や再送の手厚い保証を受けられます。この工夫一つで海外通販のリスクを実質ゼロに抑え込めます。美咲さん、
レポートの結論部分で語られている道具選びの本質についてもう一度じっくり深掘りしていただけますか？はい。卓球の上達において高価な用具を使えば使うほど早く上達するというのは完全な幻想であり誤りです。特に身体が出来上がっていない小中学生や基礎スイングを身につけたい大人初心者にとって最も大切なのは自分の体力や筋力に合った適度な重量とボールの威力を自分でコントロールできる適度な打球感を持つラケットを使うことなんです。弾みすぎる高級ラケットに振り回されるのではなく、自分の力でボールをコントロールできるラケットを使うことこそが上達への一番の近道なんですね。まさにその通りです。アリエクスプレスを活用して中国トップメーカーの貼り付け済み完成品ラケットを直入することは、中間マージンやブランド広告費を賢くカットし、最小限の初期投資で最高品質の練習環境を手に入れる極めて合理的で知的な選択なんです。ラケット1本で1万円から1万5千円、年間で数万円単位でお金が浮くとなると、この節約できた資金をどう使うかという戦略もすごく重要ですよね。まさにそこです。直入入で節約できた費用を何に再投資するかこそが、プレイヤーの将来的な上達スピードを決定づける最大の鍵となります。例えば、浮いた1万5千円があれば、卓球場の専門コーチによるマンツーマン個人レッスンを3から5回受けられますし、遠征試合の交通費や練習球の箱買い、多くの大会参加費に回して試合経験を積むことができます。確かに2万円の高級ラケットを我流で使うより、コーチに正しいフォームを教わったり、大会に出て経験を積んだ方が絶対に強くなりますね。その通りです。用具への過剰なスペック投資から直接的な経験と質の高い練習機会への投資へと資金の割り振りを転換させること。これこそが最も合理的で賢明な長期的用具戦略なんです。いやー、美咲さん、今回の徹底解説を聞いて、今までの卓球の用具選びの常識がガラリと180度変わりました。そう言っていただけると本当に嬉しいです。中国メジャーブランドの貼り付け済み完成品ラケットを直輸入するという知恵と選択肢を持っているだけで、これから卓球を始めるお子さんや保護者の方、大人のプレイヤーの可能性が無限に広がりますよね。本当ですね。面倒なラバー貼り作業は不要で、ケースもボールもついてきて、届いたその日からすぐ練習に使える。しかも価格は2000円から6000円台という圧倒的コスパ。皆さんもぜひ自分やご家族にぴったりの最高の1分を見つけてみてくださいね。はい。ぜひ賢く用具を選んで、ストレスなく素晴らしい卓球ライフを楽しんでくださいね。それでは本日の動画解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。